ねえ古墳さん、邪馬台国の場所って結局どこなのよ？畿内説だの九州説だの喧嘩ばかりじゃない。いきなり直球だな。まあ、その論争は永遠のテーマだからな。正直、もう聞き飽きたわ。どこでもいいじゃない。おいおい、歴史ロマンを放棄するなよ。でも、今日は邪馬台国の場所論争はしないぜ。あら、珍しい。じゃあ何の話？騎士は神殿に出てくる別の国の話だ。別の国？卑弥呼の国以外に？ああ。騎士は神殿には邪馬台国以外にも、たくさんの国名がリストアップされてるんだ。その中に一つ、異様に文字数が多い、謎めいた国があるのを知っているか？知らないわよ。漢字2文字じゃないの？糸国、とかさ。普通はそうなんだが、4文字の国があるんだ。その名も、カナソナ国。カナソナ国？カナソナ？何その呪文？今日はこのカナソナ国について徹底解説するぜ。しかも、考古学だけでなく最新の歴史言語学で、その正体を暴いていく。歴史言語学？なんだか難しそうね。大丈夫だ。パズルのピースがはまる快感があるぜ。そして結論から言うとな、この国の場所は、現在の徳島県、阿波、である可能性が非常に高いんだ。徳島。邪馬台国四国説ってこと？いや、邪馬台国自体の場所は一旦置いておく。カナソナ国、という一つの国の正体を追う。これがわかると、古代日本の交易ネットワークが見えてくるんだ。なるほどね。ちょっと面白そうかも。今回は前半として、言語学と古記録からその正体に迫るぜ。まずは資料の確認だ。騎士は神殿には、女王、卑弥呼に属する30国ほどの名前が記されている。対馬の国、壱岐の国、松浦の国、糸の国。有名どころだな。教科書で見たことあるわ。どれも漢字2文字か1文字ね。だが、リストの後半、次あり、として列挙される国々を見てくれ。次あり土佐国、次あり佐那国、次あり広国、そしてここだ。次ありカナソナ国。うわ、本当だ。カナソナ、って4文字もあるわ。これ、なんて読むの？現代風に読んだら、カヌソヌ。現代の日本語読みや、現代の中国語読みで考えてはダメなんだ。どういうこと？漢字は漢字でしょ？騎士は神殿が書かれたのは3世紀のことだ。当時の中国人が、日本人の話す言葉を、耳で聞いて、漢字を当てたんだ。いわゆる万葉仮名のようなものだ。ああ、よろしく、みたいなものね。その例えはどうかと思うがまあ、当たらずとも遠からずだ。だから、漢字の意味よりも当時の発音が重要になる。そこで登場するのが歴史言語学だ。ここで紹介したいのが、ジョン・ R・ ベントレイ教授の2008年の論文だ。The Search for the Language of 邪馬台というタイトルだぜ。英語の論文なのね。邪馬台の言語を探せ、かっこいいわね。ベントレイ教授は、魏志倭人伝の漢字の読みを徹底的に分析した。彼の分析の肝は、語感語 LHC を使ったことだ。LHC？ 何それ、加速器？違う。レーター反チャイニーズ、つまり語感時代の中国語だ。従来の日本の研究者は、もう少し新しい時代の中古音を使ったり、カール・グレンという学者の古い復元音を使っていたりしたんだが、ベントレイ教授は、シスラーという学者が復元した、まさに卑弥呼の時代の中国語の発音 LHC を採用したんだ。へえ、時代を合わせたのね。それで何がわかるの？これにより、より正確な当時の和人語の発音が復元できる。早速、カナソナを LHC で読んでみよう。こうなるぜ。グアのソの。読めない記号が出たわ。ガのソの？最初の花はグアに近い音だ。これを和人、日本人の言葉として再構築すると、わな、さな、わの、その、あるいはわな、さな、わのその？わなさな？まだ呪文みたいよ。ここで研究者はある日本の地名との一致を指摘した。それが、わなさ、だ。わなさ。日本語っぽくなったわね。でも聞いたことないわ。ここで重要になるのが2025年12月の日本歴史言語学会での研究発表だ。日流祖語の第8母音の提唱、という学会発表で取り上げられている。タイトルが難しすぎるわ。どういうことよ。難しい話は省くが、要するに言語学的に、カナソナをワナサと読むのは、偶然の一致である確率は極めて低い、つまり正しい可能性が高い。比較的安全な否定、だと評価しているんだ。専門家のお墨付きってことね。で、ワナサって何？そう、そこだ。ワナサという地名や名前は、実は日本の古い記録、不土記などに散らばっているんだ。不土記って、奈良時代の？ああ。ここからは古記録パートに突入だ。ワナサという名前は、阿波、出雲、丹後、播磨という4つの地域に現れる。結構バラバラね。
四国、中国地方、京都府。関係あるの？これが全部、繋がっているんだよ。一つずつ見ていこう。まずは京都北部、丹後の国不時の一文。有名な羽衣伝説だ。天女が水浴びしてたら羽衣を隠されちゃうあの話？そう。名具の社の起源単だな。天女の羽衣を隠した老夫婦の名前が、わなさおきな、わなさおみな、と言うんだ。おお、出た、わなさ、だ、老人の名前なのね。この老夫婦は天女を養女にするんだが、十数年後に追い出すんだ。最低じゃない。まあ伝説だからな。次は兵庫県、播磨の国不時、だ。ここには、李中天皇がしじみ貝を食べた時の話が出てくる。天皇がこう言うんだ。この貝は、阿波の国の罠さ、で、私が食べた貝だなぁ、と。ちょっと待って、今、阿波の国の、って言わなかった？さすが弥生さん、鋭いな。そう、ここには明確に、阿波の国徳島の罠さ、という地名が出てくる。じゃあ、罠さの本家は阿波ってこと？まだ決めるのは早い。次は島根県、出雲の国不時、だ。ここには、淡木平罠さ彦の御事、という神様が出てくる。長い名前ね。淡木平。罠さ彦？淡木平は、阿波から木平、だ。つまり阿波から来た、罠さ彦、という意味だと解釈されている。ここでも、阿波、と、罠さ、がセット。そうなんだ。丹後の老夫婦は出身地が不明だが、複数の民族学者によると彼らも阿波ルーツだと推定している。つまり、各地に残る罠さの伝承は、すべて阿波の罠さに集約されるんだ。阿波から、播磨へ、出雲へ、丹後へ、海を渡って移動した。すごい移動距離ね。船を使ったのかしら？出雲の伝承では、罠さ彦は船を引いてきたとあるからな。彼らは強力な海洋民だった可能性が高い。なるほど。でも古墳さん、肝心の阿波の罠さって、具体的にどこなの？それが、現在の徳島県海部郡海陽町。ここの、那佐、という地域だ。実はここには、罠さ大祖神社、という神社があるんだ。平安時代の演技式にも載っている、由緒ある式内社、だぜ。あら、神社の名前に、罠さ、が残っているのね。また、那佐湾という天然の良港がある場所だ。地名もそのまま残ってるのね。でも、が消えてる？713年の工事に事例で地名は漢字2文字に変更させられたからな。罠さが那佐になったと考えられている。じゃあ、魏志倭人伝の金曽那国は、言語学的にも罠さと読めて、古記録的にも罠さという地名が実在し、しかもそこは全国に飛び出すほどの海洋民の拠点だった。つまり、金曽那国は阿波の罠さの国である可能性が非常に高いんだぜ。すごい、漢字4文字の謎が解けた気がするわ。でも古墳さん、名前が一致しただけで国があった証拠になるの？ただの港町だったかもしれないじゃない。いい指摘だ。国というからには、大や都市が必要だよな。そこで重要になるのが考古学の証拠だ。実はこの海陽町、ただの町じゃない。弥生時代の巨大な種の工房や鉄器生産の跡、そして県外の土器が大量に見つかる芝遺跡があるんだ。種に鉄？それって権力者の証じゃない？その通り。さらに、最近になって、とんでもないものが発見されたんだ。それが、たらこ古墳群。これがまた、大問題になっている。大問題？何があったの？貴重な古墳なのに、道路工事で破壊されそうになっているんだ。せっかく見つかったのに？この考古学的な証拠と、現代の問題については後半で詳しく話すぜ。気になるところできるわね。前半のまとめだ。1、魏志倭人伝の金曽那国、罠ぞの長命国。2、LHC による言語学復元で罠さ、と読める。3、古記録には阿波発祥の罠さ、一族が登場。彼らは海洋民だった。4、その場所は現在の徳島県海陽町。言葉と伝承が見事にリンクしたわね。後半では、芝遺跡の交易ネットワークと、危機に瀕するたらこ墳群について解説する。金曽那国がどんな国だったのか、目に見える証拠で迫るぜ。この後は、前半の続き、魏志倭人伝の謎の国、金曽那国の正体に迫る後半ね。前半は主に言葉と記録からアプローチしたな。ざっくり振り返ると、魏志倭人伝にある金曽那国は、ベントレイ教授の歴史言語学的な分析で、五漢時代の発音 LHC から罠さと読めることが分かった。罠さ、だったわよね。そう。そして罠さという地名は徳島県海陽町に実在し、そこを拠点とする海洋民の伝承が全国に残っていた。言葉と伝承が徳島県海陽町を指さしてるって話だったわ。だが、弥生さん、覚えているか？
前半の最後にお前が言った疑問を。ああ、名前が一緒なだけで本当に国があったのってやつ？その通りだ。国、と呼べるだけのもの、がないとな。ここからは考古学パート、として、実際に海洋町の土の中から何が出てきたのかを解説していくぜ。お手並み拝見ね。何も出なかったら承知しないわよ。甘いな弥生さん。これから見せるデータは腰を抜かすぞ。金曽那国は、現代でいうところの、成田空港や羽田空港みたいな場所だった可能性があるんだ。はぁ、言い過ぎでしょ。弥生時代よ。それじゃあ早速、その証拠となる芝遺跡、行こうか。徳島県海陽町の海部川の河口付近に芝遺跡がある。ここは弥生時代から古墳時代にかけての複合遺跡なんだが、ここから出土した土器の分析結果が衝撃的だったんだ。土器？煮炊きするやつでしょ？何がすごいのよ。弥生さん、どこで作られた土器か、が重要なんだ。芝遺跡の溝から出た土器の産地内訳を見てくれ。地元、芝、で作られた土器はたったの 18%。残りの 82% は、外来の土器、だったんだ。8割以上がよそ者。内訳を見ると、阿波、吉野川下流、48%、畿内、奈良など、20%。他にも讃岐、吉備、土佐など、各地の土器が入り乱れている。ちょっと待って。これって普通のことなのかしら？全然普通じゃないぜ。例えば、当時の大都市、近畿地方の大規模遺跡でも、他の地域の土器が出る割合はせいぜい3から5% 程度と言われている。困惑。3% と 82% じゃ桁が違うじゃない。土器が動くというのは、それを持って移動した人がいた証拠だ。つまり、単純計算で100人のうち82人が外から来た人だった。そんな想像すらできる異常な数値、なんだ。まさに人種のるつぼ。国際都市じゃない。博物館のパネルの解説でも、昔の芝遺跡周辺は、神戸、横浜や、羽田、成田のような交易都市だったと考えられる。とまで書かれているぜ。成田空港説、まんざらでもなかったのね。しかも、出土品には、カジロの跡も見つかっている。鉄器を作っていた工房があったんだ。鉄器？弥生時代に鉄を持ってるなんて、ハイテクね。しかも、炉の構造を見ると、炉内を高温にできる。当時としてはかなり高度な技術だ。ここで鉄製の道具や武器を修理、加工していたんだろう。海の道を通って、人が集まり、物が集まり、最先端の技術がある。これが、金曽那国の実態だったとしたらどうだ？確かに、国、と呼ぶのにふさわしい規模ね。でも、王様は卑弥呼みたいな権力者がいないと納得できないわ。鋭いな。実は、王の墓らしきものもあったんだ。あった、というのは、過去形なんだが、芝遺跡のすぐ近くに寺山古墳群、という場所があった。特に寺山3号墳は、直径約12メートルの円球墓だったんだが、1979年に補助整備、つまり田んぼを作る工事で削り取られて消滅した。消滅しちゃったの。もったいない。当時はその重要性が十分に認識されていなかったんだ。だが、残されたデータからすごいことが分かった。このお墓、実は弥生時代終末期、つまり3世紀初頭のもの。まさに卑弥呼の時代、ドンピシャなんだ。しかも、頂上には石を並べて結界を作り、表面は吹き石で覆われていた。これは、鳴門市にある萩原墳丘墓、という有名な王の墓と同じ特徴だ。つまり、ここにも王様クラスの人物が眠っていたってこと？ああ。さらに重要なのが水銀種だ。種？あの神社の鳥居みたいな赤い色？そう。古代において赤は、知、や生命を象徴する神聖な色だ。原料の新車は、当時は金と同等かそれ以上の価値があったと考えられている。この芝遺跡や周辺からは、種が付着した石杵などが見つかっている。徳島県阿南市には若杉山遺跡、という、日本最古級の新車採掘場がある。つまり、金曽那国の人々は、この貴重な種を流通させるルートを握っていた可能性がある。鉄の技術に、種の独占販売。そりゃ儲かるわね。専門家もこう言っている。邪馬台国の時代に、これだけの墓を作れる勢力が県南部にあったとは驚きだ。近畿と四国を結ぶ回路の拠点としての役割を担っていたのかもしれない。前半の罠さイコール海洋民、という話とも完璧に繋がるわね。しかし弥生さん、寺山3号墳はもうこの世にない。幻の証拠になってしまったんだ。悔しいわね。タイムマシンがあれば止めに行くのに。だが、諦めるのは早い。令和の世になって、新たな発見があったんだ。まだ何かあるの？ 2023年9月、海陽町多良で、とんでもないものが見つかった。それが、多良古墳群だ。
これが発見されたことで四国の古代史がひっくり返ったんだぜ。2023年って、つい最近じゃない。何が見つかったの？なんと、前方後円墳、だ。タラ1号墳は、全長50メートルの前方後円墳。築造時期は古墳時代前期中頃、350から400年頃。前方後円墳って、大和王権とのつながりを示すやつよね？その通り。これまで海部郡や高知県の太平洋側では、前方後円墳は確認されておらず、空白地帯、とされていた。それが、この発見で埋まったんだ。つまり、金曽名国の後継者たちは、大和政権とも繋がっていた。すごい発見ね。金曽名国、本当に実在感が増してきたわ。だが、重要なのは1号墳だけじゃない。その周りにある円墳だ。ただ3号墳、4号墳、5号墳。これらは1号墳より古い可能性が高い。3号墳からは古墳時代前期300年頃、の土器が出ているし、下手をすると、消滅した寺山3号墳、と、同じ時期、つまり弥生時代終末期まで遡るかもしれないんだ。それってつまり卑弥呼の時代の遺跡ってこと？そうなる可能性がある。古墳時代への移り変わりを知る上で、超重要だ。しかも、3号、4号、5号墳は1号墳、前方後円墳、とは性質が違うかもしれない。違う？ 1号墳は大和王権の影響下にあるお墓だが、3から5号墳は、もっと地元の、それこそ、ワナサ、の古い主張墓かもしれない。なるほど、地元の王様から、大和の傘下に入るまでの、歴史の流れがこの古墳群に詰まってるのね。まさにその通り。歴史のミッシングリンクを埋める鍵なんだ。ところがだ、弥生さん。ここで非常に残念なお知らせがある。何？嫌な予感がするんだけど。このタラ古墳群の3号墳、4号墳、5号墳が、道路工事のために取り壊される方針なんだ。はあ。なんでよ。貴重なんでしょ。阿南秋自動車道、という高規格道路の建設予定地に重なっているんだ。県の方針では、1号墳と2号墳は国史跡相当、として保存。でも、3から5号墳は記録保存。つまり調査して記録したら、山ごと切り崩して壊す予定になっている。嘘でしょ。また寺山古墳の時と同じ過ちを繰り返すの？県の言い分としては、前方後円墳との直接の関係が確認されておらず、相対的に希少性が低い、と判断したそうだ。低くないわよ。ワナサの歴史の証拠かもしれないのに。研究者たちも黙ってはいない。日本考古学協会や、地元の研究家たちが、5つの古墳すべてを一体的に保存すべきだ、と声を上げている。3から5号墳こそが、阿波と大和の関係を知る最も古い手がかりだとね。当然よ。道路なんてちょっとルートずらせないの？国土交通省も、1号墳、2号墳のために一度ルートを見直している。だから、これ以上は、というのが本音だろうな。もちろん、この道路は津波避難や救急搬送に必要な命の道、でもある。それはそれで大事ね。難しい問題だわ。でもな、弥生さん。古墳は一度壊したら二度と戻らない。寺山3号墳が消滅した今、芝遺跡の給食センターの下に眠る遺跡同様、私たちは歴史の証人を次々と失っているんだ。署名活動では、2万7000筆以上の署名が県に提出された。地元の人たちも、タラ古墳群、を地域の誇りだと思っている。そうよね。ここには昔、金曽名国があったんだ。って胸を張って言える場所があった方が、町も元気になるわよ。観光資源としても、教育の場としても、かけがえのない価値がある。道路と遺跡の共存。これを諦めずに模索してほしいところだ。今まさに、決断が迫られている。私たちにできるのは、こうして知ってもらうこと、そして声を上げることだ。私も署名したいわ。金曽名国を守らなきゃ。タラ古墳群保存、で、検索してみてくれ。関心を持つ人が増えれば流れは変わるかもしれない。それじゃあ、今回のまとめをお願い。おう、任せとけ。まず、魏志倭人伝の金曽名国は、歴史言語学的にワナサと読める。徳島県海陽町には古来ワナサという地名があり、そこは全国に展開する海洋民の拠点だった。考古学的にも、芝遺跡からは異常な数の外来土器が出土。まさに国際交易都市だったことが証明された。その集団の後継の可能性が高いのがタラ古墳群。しかし今、その貴重な証拠の一部が破壊の危機にある。言語、伝承、考古学。全部のピースが徳島県海陽町でハマったわ。ここに古代、華やかな海洋国家があったことは間違いない。その歴史を未来に残せるかどうかは、現代の私たち次第だぜ。徳島、行ってみたいな。金曽名国の風を感じてみたい。美味しい海産物もあるし、聖地巡礼にはもってこいだぞ。しじみも食べなきゃね、ワナサのしじみ。
今は撮れるのかな。まあとにかく、今回の解説はここまでだ。最後まで見てくれてありがとうな。この動画が面白かったら、チャンネル登録と高評価、そしてたらこふん軍への応援コメントもよろしくね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が少しでも良いと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。皆さんのコメントもお待ちしています。それでは、また次の動画でお会いしましょう。